ずんだもん、子供の頃の給食って覚えてる？もちろんなのだ。ご飯に味噌汁に唐揚げが最高だったのだ。それが当たり前だと思ってたけど、実は世界では珍しいことなのよ。みんなそんな給食じゃないのだ。今日はね、日本の給食と世界の差を見ていくわ。楽しみなのだ。絶対すごい差があるのだ。まず値段から見てみましょう。日本の給食費は小学校で1食約300円よ。300円。安いのだ。でもアメリカは1食700円1000円するの。3倍以上なのだ。高すぎるのだ。しかも毎月親が別途払う仕組みなのよ。払えない家庭はどうするのだ。それが深刻な問題になっているのよ。給食費が払えない子供を給食費未払い児童と呼ぶの。未払い児童、かわいそうなのだ。アメリカでは年間13億ドルの給食費が未払いになってるのよ。13億ドル、それだけの子が困ってるのだ。日本は給食費を払えない家庭に補助を出すシステムがあるの。それが当たり前じゃないのだ。日本はすごいのだ。内容も見てみましょう。アメリカの典型的な給食はこれよ。ハンバーガーとポテトとコーラ、ファストフードなのだ。学校の給食でコーラが出てくるの、信じられないでしょ。全然信じられないのだ。カロリーは高いけど、栄養バランスがめちゃくちゃなのよ。野菜ゼロ、食物繊維ゼロ、ビタミンもほぼゼロよ。それで子供たちは健康なのだ。実はアメリカの学校と大手ファストフード企業が契約してるの。企業と契約、どういうことなのだ。マクドナルドやピザハットが学校給食を請け負ってるのよ。給食がマクドナルド、ありえないのだ。企業は学校に安く提供する代わり、子供を将来の顧客にするのよ。子供を顧客に、怖い考え方なのだ。健康じゃないから、この数字が出てくるのよ。アメリカの子供の肥満率は 19.3% よ。5人に1人が肥満なのだ。すごいのだ。日本の子供の肥満率は 4.5% よ。4分の1以下なのだ。すごい差なのだ。この差の一因が、毎日食べる給食なのよ。給食がこんなに大事だったのだ。じゃあ日本の給食を見てみましょう。美味しそうなのだ。今日のメニューは麦ご飯に豚汁、鮭の塩焼きにほうれん草のおひたし。定食みたいなのだ。すごいのだ。カロリーは620キロカロリー。栄養バランスも完璧よ。ちゃんと計算されてるのだ。栄養士さんが毎日計算して設計してるのよ。プロが設計した給食なのだ。さすがなのだ。日本では1954年に学校給食法が制定されたのよ。70年以上かけて磨き上げてきたシステムなの。70年。長い歴史があるのだ。全国どこでも同じ品質が保たれているのよ。全国統一の品質。すごいシステムなのだ。アレルギー対応も日本は世界トップクラスよ。アレルギーも対応してるのだ。卵、七小麦など主要7品目に代替食を毎日準備してるの。7品目全部、大変なのだ。担当栄養士が一人一人の生徒の情報を管理してるのよ。本当にプロのシステムなのだ。フランスの給食の話もしましょう。フランスにもすごい給食があるのだ。フランスの給食はコース料理形式なのよ。コース料理、給食でコースなのだ。前菜、メイン、チーズ、デザートが全部出るの。豪華すぎるのだ。費用は日本より高くて、食事時間も45分以上かけるのよ。45分、食文化が違うのだ。フランスも日本も食は教育という考えは同じなのよ。世界の2大給食大国なのだ。面白いのだ。イギリスの話もしましょう。2005年に衝撃的な出来事があったのよ。何があったのだ。有名シェフのジェイミー・オリバーが給食を調査したの。そしたら栄養価がゼロに近い給食が出てたの。プロのシェフが調べたのだ。彼はその映像をテレビで流したのよ。イギリス中が衝撃を受けて、国会で緊急議論になったわ。国会まで、それだけひどかったのだ。その後イギリスは大改革したけど、課題は多いの。一方で日本のことを聞いたイギリスの栄養士はこう言ったわ。何と言ったのだ。なぜ日本はそれができるのか教えてほしいってね。日本が見本にされてるのだ。誇らしいのだ。日本の給食には食育という概念があるのよ。ただ食べるだけじゃなくて、食について学ぶ時間なの。食について学ぶ。どんなことをするのだ。この野菜はどこで作られたか、誰が作ったかを学ぶのよ。農家さんが学校に来ることもあるわ。農家さんに会えるのだ。すごいのだ。しかもね、日本では子供たちが自分で配膳するのよ。自分で配膳。どういうことなのだ。当番制で、クラス全員分の料理を子供たちが分けるの。協力して準備するのだ。チームワークも学べるのだ。外国から見ると、これが本当に衝撃的なのよ。なぜ子供に配らせるの？で最初みんな驚くの。驚くのだ。でもその後これは教育なんだって感動するのよ。日本の給食で面白いデータがあるわ。何のデータなのだ。残食率よ。給食を残す割合ね。どれくらい残すのだ。日本の残食率は平均 3% 以下なの。3%、ほとん
んど残さないのだ。アメリカは 30% 以上が捨てられているのよ。10倍以上の差なのだ。もったいないのだ。いただきますごちそうさまの精神が残食率にも現れてるの。感謝の心が食を大切にするのだ。すごいのだ。実際にアメリカの栄養士が日本の小学校を視察したの。どんな反応だったのだ。信じられないという言葉しか出なかったらしいわ。なぜこれが300円で提供できるのかって。300円の魔法なのだ。彼女はこう続けたのよ。アメリカの子供に見せたら泣き出すと思う。泣き出す。それだけ差があるのだ。SNS でこの比較写真が話題になったのよ。アメリカの PTA がこの写真を見て大騒ぎになったの。大騒ぎ。何があったのだ。なぜ私たちの子はこんなものを食べてるのかってね。保護者が怒ったのだ。中には泣き崩れた保護者もいたらしいわ。それだけ衝撃的だったのだ。日本の子供たちが羨ましいコメントが溢れたのよ。実はユネスコもこの給食文化を評価してるの。ユネスコってあの世界遺産のところなのだ。2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたのよ。和食が世界遺産なのだ。すごいのだ。その背景にあるのが給食で和食を学ぶ文化なのよ。給食が和食文化を守ってるのだ。外国の教育者がこう言ったのよ。何て言ったのだ。日本の子供はなぜ箸が上手に使えるのかって。そりゃ毎日給食で練習してるのだ。給食で箸を使うことが食文化の継承になっているのよ。給食って本当にすごいシステムなのだ。実際にアメリカやアジア各国が日本の給食を学ぼうとしているのよ。数字で確認しましょう。肥満率、アメリカ 19.3%、イギリス 10.1%、日本 4.5%。日本が圧倒的に少ないのだ。この差を作っているのが毎日の給食習慣なのよ。給食一つで国の健康が変わるのだ。すごいのだ。しかも日本の給食は地産地消しも徹底してるの。その地域の農家から野菜を仕入れることも多いわ。肥満率、アメリカ 19.3%、イギリス 10.1%、日本 4.5%。農家さんにとっても安定した売り先になるのよ。学校と農家がお互いに助け合うのだ。素敵なのだ。これが日本の給食の本当の凄さなのよ。食の安全、栄養、教育、地域経済まで全部つながってるの。一つの給食でこんなに社会が動くのだ。外国からなぜ日本はこれができるのかと聞かれた時、答えは70年かけて積み上げた文化だからよ。文化なのだ。誇りを持っていいのだ。これが日本の給食の本当の凄さなのよ。いただきますという言葉は外国語に正確に訳せないって知ってる？訳せないのだ。命をいただくという感謝の意味が込められた言葉だから、給食でもみんなでいただきますそういうのよ。食べる前に感謝するのだ。日本の心なのだ。これが日本の給食を特別にしている一番大切なことかもしれないわ。世界中の子供たちに食べさせてあげたいのだ。まずは日本の子供たちに自分たちの給食が世界一だと知ってほしいわ。胸を張っていいのだ。日本の給食は世界一なのだ。給食でもみんなでいただきますそういうのよ。今回の動画はどうだった？日本の給食